こんにちは、ソニック研究員の KT です。今回はいよいよ日本でも公開されたソニックの実写映画ソニック・ザ・ムービー2の感想動画です。公開初日から早速見てきたので、まだ記憶が新しいうちにぜひ皆さんに感想をお伝えしておこうと思います。ただまだこれから見に行く予定ですという方もたくさんいらっしゃると思うので、今回はネタバレはなしです。物語の核心には触れずに、この映画がどんな感じだったか、どんな点が良かったかなどについてお伝えしていきますので、まだ映画を見ていないという方もぜひ安心して見ていってください。もちろん映画を見るか迷っている方の参考にもなると思うので、ぜひ最後までご覧いただけたらなと思います。ということで早速感想なんですけど、いやー面白かったですね。面白かったし、僕的には前作のソニック・ザ・ムービー1よりも好みでした。というのも、前作のソニック・ザ・ムービー1より今作のソニック・ザ・ムービー2の方がソニックだなーっていう感じが強かったんですよね。どういうことかというと、前作のソニック・ザ・ムービー1だと、まずソニックたちのキャラクターはソニックとエッグマンしか出てきてないじゃないですか。しかもその上でエッグマンの見た目も例の坊主頭のヒゲじゃなくて普通の人間っぽい見た目をしてるんですよね。で物語的にも基本的にはソニックとドーナツキングがメインになって物語が進行していくという感じになっていたので、正直ソニック感ってあんま感じられなかったんですよ。それに対して今作のソニック・ザ・ムービー2では、まずテイルスとナックルズが仲間に加わっていますし、エッグマンの見た目もゲームでよく見る坊主頭にヒゲのデザインになっています。しかもその上で今作は基本的にソニックたちがメインになって物語が進んでいくんですね。今回はドーナツキングたちって正直あんま出てこなかったんですよ。もう基本的にソニック、テイルス、ナックルズ、エッグマンの4人が中心となって物語が進んでいくので、すごいソニックだなーって思ったのがまず第一の感想ですね。その上でこの新キャラであるテイルスとナックルズ、この2人がもうすごい良かったです。まずテイルスは声優がゲーム版と同じ方ということもあって、もう本当にまんまのテイルスでしたね。勇敢さと臆病なところが共存しているとこだったり、あと機械に強いという特徴も映画の中で遺憾なく発揮されていました。しかも僕が前出した動画で説明していた尻尾が2本あることでみんなからからかわれていて友達があまりいなかったという設定もちゃんと映画版に反映されてたんですね。もちろんテイルスの可愛らしさは実写版でも健在だったので、もうこのテイルスに関してはもう文句のつけどころがないです。本当にいい出来になってました。その上でもう一人の新キャラであるナックルズについてなんですが、ナックルズについてもね、良かったですね。ナックルズってすごいパワーが強いっていう設定はもちろんあるんですけど、性格面で言うとちょっとアホなんですね。しかもこのちょっとアホのちょっとがすごい大事で、常にトンチンカンなことを言ってるわけじゃなくて、例えばみんながすごく真面目な話をしていて、すごく真面目な雰囲気になってる時にすごく真面目に変なことを言うみたいな、そういうちょっとだけアホみたいな、そういう面があるんですよ。それで何が僕感動したって、このナックルズのちょっとだけアホっていうこの絶妙なさじ加減が実写版の映画でもしっかり再現されてたんですよね。ほとんどの場面では基本かっこいいんですけど、もう要所要所でやっぱちょっとアホなんですよね。これがね本当にうまく再現されてました。ナックルズの場合は声優さんがゲーム版と同じじゃなくて、日本語吹き替えの場合はドラえもんのジャイアン役でおなじみの木村昴さんが担当してるんですけど、この木村昴さんがね、このナックルズのちょっとアホな感じ出すのめっちゃうまかったですね。もちろん普段のかっこいいところもすごくぴったりだったので、この木村昴さんとナックルズの組み合わせはぜひ皆さんに映画を見て体験してほしいところだと思ってます。また良かったなーって思う点はもう一個あって、本作にもめっちゃいっぱい小ネタが仕込まれてました。もう冒頭から小ネタの嵐で、もうすごい分かりやすいものからよく見ないと気づかないものまで本当にいっぱいありましたね。ただこれについてはどんな小ネタがあったか言っちゃうとネタバレになっちゃうかもしれないので、ぜひ皆さんには実際に映画を見て探してみてほしいです。そしてもしこんな小ネタ見つけたよという方がいらっしゃいましたら、ぜひこの動画のコメント欄だったり僕の Twitter の方で教えてください。ということで以上が今回のソニック・ザ・ムービー2の良かった点になるんですが、一方でちょっとどうなのかなっていう点ももちろん何個かあったんで、続いては今作のちょっといまいちだった点についてご紹介していこうと思います。まず一つ目は、これ前作のソニック・ザ・ムービー1でもそうだったんですけど、基本的にこのソニック・ザ・ムービーシリーズではソニックがまだ成長途中なんですね。基本的に僕らが普段ゲームでやってるソニックってもう人間として完成されていて、もう吐く言葉は名言ばかりみたいな、もう完全無欠なヒーローみたいなイメージが強いじゃないですか。ただこのソニック・ザ・ムービーのソニックはちょっとまだメンタル的な危うさを抱えていたり、それはちょっとやりすぎだろうってことも結構やっちゃったりするんですね。そういうところがあるんで、ちょっといつものような圧倒的なイケメンではなくなっちゃってるんです。
もちろんこのソニック・ザ・ムービーはいつものゲームとは全く別の世界線の話なので、これはこれ、それはそれって感じで完全に分けて考えられる人は全然問題ないと思うんですけど、やっぱりソニックがイケメンじゃないという点には引っかかる方もいるんじゃないかと思います。僕も若干もやっとしてしまった場面もあったので、この点はちょっと賛否が分かれるところなんじゃないかなと思ってます。続いての点は、エメラルドの設定が違うということです。本作では予告編だったりホームページを見ると分かるようにマスターエメラルドが出てくるんですけど、このマスターエメラルドの設定がゲーム版とだいぶ違ったんですね。具体的にどう違ったかはまた見てからのお楽しみにしておきたいんですけど、ほんと結構大胆にアレンジされてました。ここも人によってはちょっともやっとするかもしれないですね。というのもやっぱりこのマスターエメラルドだったり、あとカオスエメラルド、この辺りの設定ってソニックファンの間では結構人気があるんですよ。その設定を結構大胆に変えちゃってるんで、これもまた賛否が生まれそうだなと思った点ですね。そして最後の点なんですが、最後の点はいまいちってほどでもないんですけど、今作はストーリーは結構軽めです。ものすごい伏線だったり、みんなの予想を裏切るようなどんでん返しがあるような感じではないので、よく言えばシンプルで分かりやすい。悪く言っちゃうとちょっと物足りないかなといった感じのストーリーになっています。ただこの物語に関しては、個人的にはこんなもんで良かったんじゃないかなとは思うところですね。やっぱりソニックって小さいお子さんも見に来る映画なので、そういった小さなお子さんでも楽しめるようにするためには、こんぐらいシンプルなストーリーの方がいいんじゃないかなとは思います。ただやっぱりソニックっていうと、その壮大なストーリーに惹かれてファンになったという方も多いでしょうし、今回マスターエメラルドが登場するということで、結構壮大な物語になるんじゃないかなと期待していた方もいるかもしれないんですが、ちょっとそういう方たちにとっては物足りなさを感じるシナリオになってるかもしれないです。ということで以上が今回のソニック・ザ・ムービー2に関する感想になるんですが、まとめると、ソニックが好きという方、こういった方にはぜひこの映画はおすすめです。やっぱりテイルスとナックルズがすごくよく描かれていますし、原作ファンに向けた小ネタもたくさん仕込まれているので、そういった小ネタを探してるだけでもめちゃめちゃ楽しい映画になってると思います。次に、ソニックあまりやったことないけど映画はちょっと見てみようかなと思ってる方、こういった方にもこの映画はおすすめできると思います。やっぱり物語がシンプルなんで、あんまりソニックの設定詳しく知らない方でも十分楽しめる映画です。その上で前作に比べて今作の方がしっかりソニックやってるんで、ソニックの世界観なんかも結構わかるんじゃないかと思います。ただ全体を通して言いたいのは、原作との違いに敏感な方だったり、あとすごく壮大な物語を求めている方、こういった方たちにとってはちょっと今回の映画はおすすめできないかもしれないです。さっきも言ったようにソニックの性格面では結構原作との違いがありますし、物語もすごくシンプルなだけに壮大かと言われるとちょっとそうとは言えないかなというのが正直なところですね。ということで途中からちょっとレビューっぽくなっちゃったんですけど、最後に僕の感想を言うと、もう僕はこの映画はもう大満足です。ほんと見に行ってよかったなと思いましたね。特にやっぱりナックルズの描写が本当に良かった。これから見に行く方にはぜひこのナックルズの描写に注目してほしいです。ちょっとアホっていうこのさじ加減本当に良かったんで、もうここぜひ見てみてください。ナックルズをしてる人はもちろん、ナックルズを初めて見るという方も絶対ナックルズのファンになると思いますよ。さあそしてその上で嬉しい情報もあって、なんとこのソニック・ザ・ムービーは現時点で次の作品の制作が決まっているんです。しかも今作の最後にその次回作の予告っぽい映像が流れたんですけど、そこにね、あのキャラが出てたんですよ。ネット上では結構広まってるんで知ってる人はいるかもしれないんですけど、もう本当に超嬉しいキャラクターが出てくるんで、もしこの後ソニック・ザ・ムービー2を見に行く方がいたら、ぜひスタッフロールが始まっても席を立たないで待っててください。ほんとマジでテンション爆上がりしますから、ぜひ最後まで見逃さないようにしてくださいね。ということで以上、ソニック・ザ・ムービー2に関する感想動画でした。今作もしっかり面白い映画に仕上がっていたので、この後見に行く方がいらっしゃいましたら、ぜひこの動画のコメント欄だったり、僕の Twitter の方で感想を教えてください。なかなか周りにソニックについて語れる友達いないんで、皆さんからのコメント楽しみにしてます。この映画に関する感想を分かち合いたいんで、ぜひたくさんコメントしていってくださいね。といったところで今回の動画はここまでで終わりたいと思います。動画が気に入っていただけましたら、いいねやチャンネル登録をぜひお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。